Seaside Mountain Downtown Island Ibizaカフェ。皆さんこんばんは。 FM ムーブ DJ のヤコミカです。この番組は今話題の音楽情報を中心に FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいります。この後15分間よろしくお付き合いください。はい、始まりましたビザカフェ。日本の皆さん、ロサンゼルスの皆さん、こんばんは。かなり寒い日が続いている神戸ですが、リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、唐突ですが、皆様は次のような状況に陥ってしまうことはありませんでしょうか。締め切りが近いのにだらだらと仕事を先延ばししてしまう。勉強しようと思ったのにスマホで SNS を見てしまう。やる気になったと思ったら5分後にはネットを見続けていた。これらのことに共通するのは集中力がないことですね。人生において集中力が大切というのは言うまでもありませんよね。気を散らさずに重要なタスクだけに取り組むことができたら、今よりも確実に大きな成果が現れます。そして最近では集中力が人生の成功を左右するというデータが増えてきております。人生の成功に最も必要なのは頭の良さではなく集中力である。巷でよく言われる集中力アップの方法は、タスク管理を徹底化する、気の散らない環境を整える、フローやゾーンに入る方法を考える。これらは頭では分かっているんですが、効果がありましたでしょうか。ここで大切なことは、そもそも集中力は何かという問題を深掘りしているか。集中力という得体の知れない能力の正体を見極めなければ、そのパワーを使いこなせることができない。今日ご紹介します著書は鈴木優さんのやばい集中力。今あなたに仕事の先延ばし癖があっても、その原因は怠け者だからでも才能がないからでもない。人間の心のメカニズムを理解していないだけだ。どんな人でもやばい集中力を身につけることができるとおっしゃっております。では早速、人間の心の基本的なシステムを解きほぐしていきましょう。まず集中力を高めるポイントとしては、人間の本能と理性を理解する必要があります。私たちは常に本能と理性が主張をぶつけ合い、肉体の支配権をめぐって戦っています。人間の本能というのは、睡眠欲や食欲に逆らえないように大きな強いパワーを持っています。一方、理性というのは難しいことを考えたり計算したりしますので、エネルギーの消費量が多い割にパワーは弱いんです。ここで集中力を高めるための原則は、本能は理性には勝てない。集中力が得意な人など存在しない。本能を導ければ莫大なパワーが得られる。以上を踏まえた上で、どのようにすれば集中力が上がるのでしょうか。まずは正しく食事をする。人間の体は本能的に適切な食事を体に入れておかない限り、生命維持以外のタスクに意識を向けてくれないんです。ジャンクフードばかりだとまともに集中力は働きません。集中力アップのためには食事が全ての根幹であるそうです。ではどのような食事をとればいいのでしょうか。それは地中海食。野菜、フルーツ、魚介類、オリーブオイルなどをたっぷり食べ、ファーストフードやインスタント食品を徹底的に避けるタイプの食事法です。この地中海食を食べれば集中力がアップするという研究結果がたくさん出ているそうです。そして何らかの明確なルールに基づき、ひたすら同じことを繰り返す。例えばイチロー選手がバッターボックスに入るとき、いつも同じ動作をしている、そのルーティンですね。なぜそのルーティンが効果があるかというと、本能は反復が大好きだからです。本来人間は、ここに行けばいつも果物がなっている、ここに行けばいつも獲物が取れるとか、
ここにはいつも猛獣が出るから行かない方がいいとか、そういう特定のリズムに注目して人々は生き延びてきました。つまり不確実性に満ちた自然の中で特定の反復要素を見つけて生き延びてきたんです。だから反復は大事なんだと本能は思い込んでいるわけですね。本能は反復によってモチベーションを高めるようにできているんです。このルーティンの作り方は、この動作をしたら大事な作業に取り組むと決めておく。そして決めた手順を何度も繰り返す。例えば勉強する前に手を洗うとか、筋トレをする前にモチベーションを上げる音楽を聴くとか、集中する前に3分間瞑想するとか、自分で決めてそれを繰り返しさえすれば集中力モチベーションアップのルーティンになります。そしてなりたい自分の物語を作る。人間は自分のセルフイメージによって行動が大きく変わります。例えば私で言うと DJ というセルフイメージを持っている場合、集中できない時でも反射的に DJ というイメージを守ろうとする意識が働きます。確固たるセルフイメージがあれば本能を調教できるわけです。何度も何度も繰り返せば本能は自分はこういう人間なんだと認識し始めます。ですのであなたがなりたいイメージに物語を作ってください。そして本能に新しい物語を受け入れるように仕向けてください。長期間継続できれば本能はそのイメージを受け入れ集中できるようになるそうです。そして皆さん、日常とは感情との戦いの連続ですよね。どんなに仕事に集中していても友達から楽しそうなご飯に誘われたら心は躍りますし、いくら勉強しなくてはいけないと思っていても好きな人に今日空いてると誘われたらイチコロですよね。要するにいちいち自分の感情に流されていては集中力の向上なんて望めないわけです。意志力を維持して高い集中力を発揮し続けるためには激しい感情の波をコントロールする必要があるんです。そこで必要なのが自己を見る能力。自己をしっかりと見ることができれば感情をコントロールでき集中力をキープできる。本能はあらゆる刺激に反応し感情の波を巻き起こし私たちを操ろうとします。何の対策も取らなければ瞬く間に感情の波にさらわれてしまいます。しかし幸いなことに本能が生み出す感情が強い一方で持続時間が短いという特徴があります。例えば欲望が湧いてきた時にテトリスなんかをして気をそらせば欲求は収まるそうです。ダイエット中お腹が空いて仕方がない時にゲームなんかをして気をそらせば欲求は通り過ぎます。ツイッターをチェックしたくなったらその行動をスルーして作業に戻る。急な騒音にイラッとしたらその感情をスルーして目の前のタスクに意識を戻す。エクササイズに行くのが嫌になったら面倒だという気持ちをスルーして外に出る。その間数分間もすれば本能の衝動は通り過ぎ集中力という力を取り戻すことができるそうです。では衝動が来た時にどうやってそれをスルーすればよいのか。その方法がデタッチドマインドフルネスという方法です。デタッチドマインドフルネスとは思考や感情から距離を置いてただただ観察に値する行為。思考と感情から距離を置き何も分析せずにただ観察を続けるというものです。これが難しいという方は雲や電車を想像してみてください。通り過ぎる雲をただただ観察する。通り過ぎる雲にあなたの集中力を奪うイライラや欲望というものがその雲の上に乗っていて、その雲が目の前を通り過ぎるのをただただ見つめるんです。そうすると雲が通り過ぎる頃にはあなたの欲望は通り去っているはずです。感情が消えていくのをただただ見つめるんですね。こうすることで自分の感情をコントロールでき集中力がキープできるようになります。
食欲なんかでお腹空いたと思ったら、それを雲に乗せてただただ眺めてみてください。ただただスルーして数分後に今の仕事に戻ってください。この本の題名でもあるやばい集中力を手に入れるにはとても困難な作業です。この本能のバトルに勝つためには、毎日正しい食事をとり、長期的には決まったルーティンを決めて、集中する前にそのルーティンを必ず行う。そして自分なりの成功の物語を編みかけなければならない。そしてそのプロセスでは激しい感情に立ち向かうスキルが求められ、その度に心身は消耗していくかもしれません。そしてやばい集中力を身につけた時、あなたの集中力は 320% 上がり、今まで自分はなんてダラダラと仕事をしてきたんだろうということが実感できると思います。本能の扱いに四苦八苦している周りの人たちをごぼう抜きすることができるやばい集中力を獲得するには、一長一短はないですが、取り組んでみる価値はあると思います。私も今現在は作曲やプログラミングなど集中して作業効率を上げる必要のあるものばかりと戦っています。皆さんもぜひぜひやばい集中力を獲得してやばい自分になりましょうではありませんか。今このコロナの現状の中、自己を見直す時間ができた方もたくさんいらっしゃるかとは思います。思い描いている人生の物語に向かって集中力を最高のパフォーマンスに引き上げ、ぜひ現実に引き寄せてくださいね。今日の番組が少しでも皆様のモチベーションアップになれば幸いです。今日は最新のプログレッシブハウスミックスでお送りいたしました。 FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいりましたイビザカフェ。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組に対するご意見やメッセージはファックスと E メールで24時間受け付けております。ファックス番号は 078-334-2761、 メールアドレスは神戸@fm-move.com、 ムーブの綴りは MOOV ですのでお間違いのないようにお願いいたします。あるいは FM ムーブ神戸のウェブサイトからリクエストフォームをご利用ください。では皆さん、素敵な夜をお過ごしください。また来週この時間にお耳にかかりましょう。イビザカフェ、お相手はヤコミカでした。Have a good night!